やばい、メモぐちゃぐちゃになっちゃった。皆さんこんにちは、看護師のしきです。今日はですね、新人看護師さんにはとっても大切なメモについてお話ししたいと思います。これから就職に向けていろいろ準備とか始めると思うんですが、メモはですね、必ずどこの病院でも使うので用意してくださいね。メモっていうのはするしないとか、あと何を書いてあるかでお仕事のやりやすさが全然違くなってくるので、今日はお仕事がやりやすくなるメモの使い方ということで、メモが大切な理由やおすすめのメモ帳、最後にメモ帳に書いておくと便利なことをご紹介しますね。それでは始めますよ。最初にですね、なぜメモが大切かお話しますね。大きく理由は2つあると私は思っていて、1つはメモを取る姿勢によって印象が良くなるということ、もう1つはですね、仕事が効率的にできるようになるんです。では最初に印象が良くなるっていうのはどういうことなのかお話ししていきますね。新人看護師さんには必ず指導担当の先輩っていうのがつくんです。なので先輩についていろいろ教えてもらうっていう形になります。最初は皆さん研修から始まると思うんですけど、電子カルテの使い方とか、あと物品の場所、点滴の準備をするのに必要なものがあるところはどこかなとか、あと薬はどこかなとか、あと病棟の配置、どこに何があるかとか、あと1日のスケジュールですね。そういうのをいろいろ教わるんですけど、一度に覚えるのは大変なんです。私も教えるときはたくさん教えちゃうと分かんなくなっちゃうので、何が大事なのかなというのを選んでお伝えしたりしてますね。教えてる時にメモっていうのを取ってもらえると、理解しようとしてくれてるんだなとか、覚えようとしてくれてるんだなっていう、そのメモを取る姿勢っていうのがすごく好印象になるんですよ。で、逆にメモを取ってないと覚えるつもりないのかなってちょっとネガティブに捉えられやすいんですよね。なのでメモを取るっていう癖をつけてみるといいと思いますよ。そしてメモをちゃんと取っておくと、そういう姿勢だけではなく業務の効率化にもなります。例えば朝病棟に行った時に情報収集に必要な用紙であったりとか、あと注射の指示線であったりとか、いろいろプリントアウトしなきゃいけないものがあったり、本当にいろいろあるので一度でできるようになるのはちょっと難しいんですね。そして毎回先輩に聞ければいいんですけど、先輩も患者さん担当していたりするので、すぐに聞ける状態っていうのは難しくて、あと逆に同じこと何回も聞くと申し訳ないなっていう気分もなっちゃうじゃないですか。なので自分でメモに業務フローみたいなのをまとめるとすごく役に立つと思います。一つ一つそうやってメモに書いておくことで自分が動きやすくなるので、よくこれから使うっていう項目をまとめておくと後々便利ですよ。しばらくすると慣れても見なくてもできるようになると思います。ノート選びで最優先することはポケットに入ることですね。研修だと椅子に座ってメモを取ることができるんですけど、病棟に行くともう歩きながら説明を受けたりとか、あとメモしたいっていう時にノートを取りに行ってきますっていう時間がなかったりするので、このようにポケットに入るサイズをおすすめしますね。ポケットに入るサイズっていうのは A6 になりますね。ではここでですね、おすすめのメモを紹介したいと思います。結構メモ帳どれがいいんですかって質問いただくので、私のお気に入りのノートをご紹介しますね。私が愛用しているのはこのノートです。アクアドロップスツイストノートかな。ちょっと調べて下にリンク貼っておきますね。このメモ帳すごくお気に入りです。ここの色も何色かあります。これのいいところは、これ開いて外せるんですよ。なのでルーズリーフのように後から付け加えることもできるし、あともしいらないなと思ったらピッて捨てることもできます。同期の人に教えてもらって以来すごく便利なので、私はこれを使ってます。メモって急いで書いたりするので、すごいぐちゃぐちゃになっちゃったりして、とっさに書くこととかで結構読みづらかったり、なので私は仕事が終わってから一回書き直して見やすいようにしてました。ぐちゃぐちゃに書いちゃったやつは捨てて書き直ししてたりしてたので、ノートがどんどん薄くなっちゃって、
すぐなくなっちゃって2冊目になると、また2冊目もその1冊目で書いてあったことを写したりとかするのが大変で、その点でこのノートだといらないものはすぐに外すことできるし、あと必要なものはどんどん追加できるので、私はこれをおすすめします。ここで注意しなきゃいけないのは、実習の時もよく言われたと思うんですけど、ノートにもし患者さんの個人情報とか書いてあったら普通にポイって捨てちゃダメなので、ノートには基本的に個人情報とかそういうのは書かないようにしてました。書いたやつを捨てる時は内容にも気をつけてくださいね。このノートおすすめなので、ぜひ皆さんも使ってみてください。ではここからメモに書いておくと便利なことを話しますね。まず基本的には先輩から教えてもらったことっていうのは書いちゃいますね。ただ先輩によってメモを書き終わるまで待ってくれてる人もいれば、もう忙しいのでどんどん次から次へと教えてくれる先輩もいるし、あととっさに今のなんだろう後で調べようってメモする時もあるので、私はそういう時は綺麗に書くのは難しかったので、諦めてもう走り書きしてとりあえず書くっていうのをやってました。そして家に帰ってからもう一回見て綺麗にまとめて復習してました。自分の中でやりやすいように業務マニュアルを作るとか、そういうイメージです。あとそういう業務的なその電子カルテの使い方とかそういうこと以外にも、例えばよく先輩が使っている略語で分かんないやつだったり、先生の指示とかでちょっとよく分からなかったなっていうのも全部とりあえずメモして後から復習しようって書いてましたね。分からないことをすぐに質問することも大事なんですけど、これが難しいところなんですけど、全部質問するとそれ調べればわかるよねってなるというか、私最初電子カルテを読んでる時にわからないから先輩が横についててくれたんですよ。何でも聞いてねって言ってくれたからちょっと甘えちゃって、これ何ですかこれ何ですかって聞いたら、わからないことが多すぎて略語辞典で調べてねってなりました。そりゃそうですよね。なので聞くことも大事なんですけど、自分で調べることも大事というそしてその自分で調べたいと思ったことをノートに書いておけば忘れずに後から調べられるので便利ですよ。じゃあ何を先輩に質問したらいいのって分かんなくなっちゃうと思うんですけど、その時に聞くことと、後で調べればいいこと、それを自分の中で判断してっていう感じですね。すぐ聞いた方がいいことっていうのは、すぐに行動が伴うもの。例えばすぐ患者さんにこれをやってって言われて、でもし分かんないままやってしまうと患者さんも困ってしまうので、今すぐこれやってって言われたことでそれが分かんなかったら先輩に聞くことはとても大事ですね。今はそのメモするタイミングについてお話ししたんですけど、他に、書いておいた方がいいのは、まずですね、電子カルテの使い方。電子カルテは患者さんの情報収集用紙になるものであったり、病床マップ、どこの部屋に患者さんがいますよっていうマップであったりとか、あと指示線とかいろいろ印刷するものがあるので、印刷するものであったり、どうやったら検査値の値見るのかなとか、やり方がそれぞれあるので、それをメモしておくと後から便利です。あとピッチの番号があると便利ですね。看護師のピッチの番号ってその日によって変わったりするので、自分の指導担当の先輩の番号をメモしたりとか、あと市長さんとか主任さんはもう固定の番号を持っているので、困った時に電話することになると思うので、その番号であったりとか、あと検査科とかレントゲンとか栄養科とか、あとよく病棟に出入りしている先生のピッチの番号とか、そのあたりはもう固定になっているので、そういうのをメモに入れておくと便利です。電話帳ももちろんあるんですけど、一回一回調べてると時間かかっちゃうので、もうポケットに入れて調べて、もうすぐに自分のピッチからかけられるようにってやると便利ですよ。あと病棟の簡単な配置図最初あると便利です。結構最初はどこに何があるのか分かんなくて、その準備だけで時間かかったりするんですよね。なのでいろいろその空いてる時間とかにここに何があるのかなとか、どこにこれを捨てるのかとか、そういうのを調べて書いておくと便利ですよ。すぐに急いで行動しなきゃいけない時にパッと見れるものがあると安心です。先輩とかにももちろん聞けるんですけど、これ看護師あるあるかもしれないんですけど、いざ聞きたいことがあって先輩を探すとなぜか見つからないんですよ。でそういう時に限ってナースステーションに行っても聞ける先輩とかいなかったりとか、そういうことも結構あるので、もうあらかじめまとめておけるものはまとめておいた方がいいと思います。
あと病棟の他にも院内のフロアマップとかあると便利です。患者さんと検査に行ったりとか、あと患者さんのお迎えに透析室とかレントゲンとかリハビリとか行ったりするんですね。そういう時にあれ何回だっけって結構焦ったりして、でこのエレベーターを待ってる間とかに見たいんですけど、そういう時に限ってすぐエレベーター来ちゃったりとかするので、それもスムーズに動けるようになるためにフロアマップとかあると便利です。あと処置の手順があると便利です。病棟内で検査とか処置とかで先生につくことがあるんですけど、その内容によって準備する医療器具とか、あと先生に渡す手順とかが違ってくるので、おそらくマニュアルとして病棟にあるかもしれないので、もしそれがあったらちっちゃくコピーしてノートに貼り付けたりとか、もしなかったら先輩が先生の介助に着いた時に手順とかもメモしておいて、自分でマニュアルを作ると、自分が一人で先生につくことにこれからなると思うので、そういう時にノートを見ると漏れがなく処置につくことができたりしますよ。あと疾患とか薬とか勉強したこともノートには書いておくと便利ですよ。本で最初勉強してなかなかその現場で活かすっていうのが難しかったり最初はするんですね。なのでカルテを見て、あと自分の勉強してきたことと比較して、このために検査しているんだとか、今このためにこの治療でこの薬を使っているんだとか、そういうことがどんどん結びついてくると、自分は何を観察したらいいんだろうとか、患者さんのどこに注意すればいいんだろうとか、そういうことが分かってくるので、なので勉強してきたことをまとめることもおすすめですね。他には患者さんによく聞かれることとか、あと患者さんのご家族に聞かれること、例えば売店は何時まで空いてるのっていうことだったり、あと食堂はどこにありますかとか、そういうことも聞かれるので、聞かれたらすぐに答えられるように、そういうこともノートにまとめておくと便利ですね。いろいろ新しいことはたくさんあるんですけど、全部覚えなくても大丈夫です。全部暗記するっていうよりは、聞かれたことに対してノートとかで確認して答えられることができれば大丈夫なので、あとはですね、慣れますもう自然に覚えられるので、新しいことがたくさんある最初だけはノートの力を借りていくと業務がやりやすくなると思います。皆さんいかがでしたか？今日はですね、メモの使い方についてお話ししました。あと他にもこういうことをメモに書いておくと便利だよっていうものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは今日の動画は以上となります。この動画が役に立ったよという方はぜひグッドボタンを押してください。またこれから新人看護師さん向けの動画どんどん出しておくので、見逃したくないという方はチャンネル登録をして通知をオンにしてくださいね。また今日の動画の感想やリクエストもコメント欄にお待ちしております。私はですね、SNS、Twitter、インスタ、TikTok やっておりますので、こちらもフォローお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。